はいどうも、ストックロックです。今日はですね、こちらの排煙ダクト、焼肉用の排煙ダクトですね、こちらの作り方を詳しくやっていきたいと思います。コメント欄でリクエストをいただきまして、今回詳しく説明しようと思っているんですけれども、その前にこれを作るということは室内で焼肉、炭を起こすっていうことを想定して作られると思うんですけれども、必ずですね、これ一酸化炭素警報器ですね、こちらの設置だけは必ず忘れないようにしてください。よくありがちなのが、室内で炭火焼きをしてうまく換気ができてなくてですね、自覚症状が出てきた時にはもうすでに遅しということで亡くなる方もいらっしゃいますので、しっかり換気するっていうことを念頭に置いて楽しく焼肉をしてください。で一応こちらを作れば私は小屋の中でやってますけれども、一応家の室内でもやろうと思えば可能です。要は廃棄できれば OK なわけなので、廃棄のポイントについて説明していきたいと思います。廃棄のポイントなんですけれども、まず空気を外に出すので吸気が必要です。空気が入ってきて排気される。この空気の流量を一応計算しなきゃいけないんですけれども、私はそこまで計算してません。やっぱりこのダクトを使ってファンを回して、でちょっと窓を開けてやると吸い込む力が急激に上がります。ですのでそのあたりは実際に使ってみてね、調整していただくっていうことでも全然 OK かと思います。それで今日やっていくのは煙の受けの部分ですね。実際に中はこんな感じになっております。これだいぶ綺麗にしました。で実際にはこの中にフィルターを入れてね使うわけなんですけれども、このフィルターは私レンジフードを使って廃棄するようにしてますので、レンジフードについていたフィルターをそのまま使っております。はい、こういうのですね。これが2枚、私の使っているレンジフードについてましたので、ガシャンガシャンと、でこれがちょうどここにはまるような仕組みになっております。こっち洗ったのにこのフィルター洗うの忘れてたな。ちょっと汚いねすいません。流れとしてはこの受け口を広げてあげることによって煙をね逃がさないで取り込むっていうことができます。なのでこっから煙を取り込んで、この先が、レンジフードにつながっているっていう構造になります。でレンジフードにつなげる時に板で締め切っているんですけれども、そこにねこういうジョイント、このジョイント金具、私ねこのダクトの径は150パイのものを使ってます。なので板に150パイの穴を開けて、ジグソーでも、手のこでもいいんですけど、これが入ればいいです。これをガシャッと差し込んで、こっちのパイプをつなぐと、で接続するっていう形にしてます。で先ほど空気の流れのこと言いましたけれども、隙間があると空気を引っ張る力っていうのが減少します。ですのでこういうのを今ね板にはめてレンジフードに取り付けるっていう時に必ずね周り隙間発生しますので、アルミテープで塞いでください。空気が逃げないように。で今ちょっとねアルミテープ探したんだけどちょうどなくて、とりあえず概要欄にはこんなのだよっていうのは載せておきますのでチェックしてみてください。でアルミテープが非常に重要です。これ中にも貼ってるしね、空気逃げないようにこの隙間とか貼ってるので、途中で空気が逃げないように各所接続部分にはアルミテープを使用しております。で前にこのダクトを紹介した時は実は私の記念すべき1本目の動画でこの小屋の紹介をしたんですけれども、その1本目の動画を見ていただければだいたいどういう風に接続しているのかっていうのは分かっていただけると思うんですけれども、今日はそこはね詳しくやりませんのでご了承ください。あくまでもこの受けるボックスの部分、こちらをメインにして、紹介したいと思います。実際に使っている部材なんですけれども、まずこの本体の金属ですね。これはこちら確かね10年ぐらい前なのでよく取ってあったなって感じなんですけど、確かねガルバリウムだったはずです。ガルバリウムの厚さが 0.3 ミリ
でした。でこの本体と主な部分をつなぐパイプなんですが、この150パイのダクトパイプ、これは本当にまっすぐのパイプですね。それと曲線部曲がるところで使うこのフレキのパイプ、これも150パイです。こっちにも使ってますね。これらをつなぐ接続のジョイント、これはこのフレキにもはまりますし、もちろん硬い管の方にもジョイントははまります。ザクッと。それともう一つ、この根元に使っている部分なんですけれども、このねジョイントでね、何て言うんですかね、これが外に折り曲がったような、足がついたような部材があるんですよ。ちょっと今日はね用意できなかったんですけど、こちらを見ていただきますね。ここにそのジョイントの部材が入ってるんですけど、止まるようにここね縁あるでしょ、周りに。なのでその縁ある部材を中から差し込んで、ジョイント部分を上に出して、でこのフレキを差し込んでると、そういった形になってます。で各所この接続部分にはこのバンドの締め付ける部品を使って留めてます。でさっきも言った通り、隙間はアルミテープで塞いでいくといった形が基本的な作りになってます。でもう一つ接続部分ですが、この先これちょっと加工してあるんですけれども、要はボルトに引っ掛けられるようになってます。これの意味は取り外しが効くようにしているということですね。なのでこういう管に2箇所バンバンと穴開けてボルトを通して、超ナット、普通のナットでもいいですけど、周りをガチッと固定して、そしたらここの中にボルトが1本通りますよね。それに先ほどのこれを刺して回して引っ掛けるといった作りになってます。で取り外しが効くので、焼肉やらない時は外してどっか別のボルトを通した部分に引っ掛けておけるといった作りになってます。以上がですね一応基本的な接続の方法です。で今日は主にこちらのちょうどこのボックス、四角いボックスの部分ですね、こちらをメインにやりますんで、その他の部分は以上の説明で終わりにしたいと思います。はい、それでは実際にこちらの作り方を説明していきたいと思いますけれども、まずですねこちらの、先ほどのガルバリウムを使って作るんですけれども、こちら実は2枚構成になってます。まず上になってるのがこの面とこの面と逆のこっち、これで1枚で、逆にこっち面と、また上面と、あと私のこの手前の面、これで1枚使用してます。なので2枚の形のものが交差して貼り合わさってるっていうのを想像してください。ですのでこの一番上の部分、ここは2枚重なってます。ここ2枚分の厚さになってますっていうことです。この上になってる1枚に関しては単純にこの形のものこうで、この逆側、なのでこう砂時計みたいな形のものを1枚作るっていうことです。で逆にこっちの横面も砂時計みたいな形で作るんですけれども、この重なった部分、のりしろ部分ですねを作らなければいけないので、先ほどの砂時計型のものにサイドにのりしろがついているっていう形のものを作成します。でその重なった部分はですね、リベットで留めていきます。で実際にガルバリウムの鉄板余ってましたので、そちらで実際に作ってみたいと思います。で今説明したのが単純な作りなんですけれども、裏面を見るとですね、実はちょっと折り返し部分があるんですよ、全てに。でこれは油がどうしてもね垂れてくるので、油を受けるために下にポタンと落ちないようにここに受けを作ってます。4面全部ですね。あとここ当たった時に怪我しちゃいますので、その怪我防止っていう意味も込めてねこう折り返していると。なので実際の仕上がりより4面はちょっと長く作るということですね。はい、それではねこれから作っていくんですけれども、ちょっと一つね注意点がございます。こういうね鉄板をまず購入することになるんですけど、ちょっとまずこれ取りましょうか。でね私今これしか鉄板なかったので、すごいちょっとちっちゃいサイズのものを参考例として作ろうと思ってるんですけど、見えるかな。はい、この長さしか鉄板が
ないわけなので、この材料の取り方ですね。でこの先ほど説明した上にかぶせるこっち面、この横じゃなくてこの縦ね。でここの折り返しも含めると、その長さがこの部材の中で一番長い部分になります。なので逆に言うと、こっちの横面の部材の方が長さ的には短くなるんですよね。角度が違いますので、こっちの方が急なんで、私の場合は。なのでこの短い面を先に、例えばこの幅に沿って作ってしまうと、次この長い面を作る時に同じ幅で取れないので、縦に使うことになるんですよね。ってなると、この材料じゃ全然足りなくなってしまいますので、私はこの今長い面をギリギリこれで取れるぐらいで作って、あとは短いのをこっちで作るという形にしていきたいと思います。で一応ね、鉛筆でもシャーペン使いますけど、で全然書き込みできますので、見えるぐらい、マジックとか太いの使うよりはこういった細いもので書いた方が正確にいくかなと思います。はい、今ねまず四角く線を描きました。見えるかな、ちょっと薄いんだけど、見えます？どっかに四角く描いてるの。先ほどもう出来上がり完成品見せたものは、上は20センチの正方形を作ってました。一辺10センチの正方形を作ったので、ちょうどね2分の1スケールになっちゃいましたね。多分大丈夫でしょう。足りるでしょう。よし、はい、見えるかな。ちょっと分かりやすいようにマスキングテープ貼りましょうか。はい、ということでね、あらかた線を引き終わりました。で寸法なんですけれども、まずここ、10センチ四方なので、今2分の1スケールで描いてるので、私実際に作ってるのは20センチ20センチです。どうしようかな、実際の長さで説明しましょうか。本当はここ20センチ四方で、ここからこの下のここまでの距離が30センチです。なので真ん中センターラインに30センチ直角に線を引いて、でこの横の長さが40センチ400ですね。なのでこのセンターから20センチ、こっちも20センチいったところと、この先ほどの20センチ四方の角を結ぶと。でこっちも同じです。で砂時計の形ができると思うんですけど、それプラス下に直角に5センチ伸ばしてます。5センチから斜めじゃないんですよ。直角に5センチ、こっちも直角に5センチで結ぶと。はい、そういった線の引き方です。で実際にこれを今カットするんですけど、でカットするにはこれ金属用のハサミ、こちらも概要欄に、リンク貼っておきますので、同じもの多分まだ売ってると思うんですけど、10年ぐらい前に買ったものなんでどうかな、多分売ってると思うんですけど、リンク貼り付けておきます。よし、じゃあ切っていきます。まずあらかた切っちゃおうか。で金属なんで切り口結構鋭いんでね、軍手か何か履いた方がいいと思います。革手でもいいし。結構ねサクサク切れるんで、ちょっと握力使うけど割とスムーズにいくと思います。はい、今1枚目カット完了です。こんな感じですね。はい、これが縦になるわけなんですけど、次横の部分毛描いていきます。はい、2枚目なんですけど、またね一緒です。真ん中の部分、それを基準にして線を引いていきます。で真ん中はいいんですけど、問題はこの斜めの線です。最初に作ったこちらに合わせないといけませんので、今回ね作っていくのは長さが60センチで幅が40センチのものを作ってるんですけど、私作ったのはその大きさなんで、同じものを作っていくんですけど、長さ60センチなので下の長さはね60センチってもう決まってるわけですよ。でその斜めの線は先にカットしたこちらのこの斜めのライン、これに長さを合わせないといけませんので、下は60センチっていう長さが決まってて、どの位置にあれば斜めの線が最初に作った斜めの線の長さと一致するかっていうことで、同じ長さにしなきゃいけないので、当然こう上に、この辺に
20センチ角のセンターがあったとして、この60センチのラインが高ければ高いほどこの斜めの線は短くなります。下に行けば行くほど当然斜めの線は長くなります。なのでその長さを合わせるためにまずね、実際にカットしたやつにも合わせちゃった方がいいと思うんで、まず真ん中に20センチ角を線引いたら真ん中にちょっと長めに線をビャッと引いちゃいます。はい、今ね縦のライン引いたんですけど、実際にねこの斜めの線の長さを先に切ったやつね、測ると 15.8 なんで2分の1なんで、31.6 ですね。なので 31.6 の長さに合わせる必要があるということです。ですので定規をそのセンターラインに対して直角に置いて、で、実際に60センチなので30センチいったところ、今私2分の1なんで15センチいったところですけどが、今測ったこの斜めラインと同じ距離に長さになればいいわけですね。あれ、さっき何センチって言ったっけもう15点、僕の場合は 15.8 かいいや。で線を引くと、よし、はい、これで点が落とせましたんで、あとは斜めは結ぶだけと。でまた下の方に油の受け口を作らなければいけないので、同じ5センチですね、余分に直角に取ります。今ね線を引きました。でまた分かりやすいようにマスキングテープを貼ったんですけど、軽く説明しますね。まず真ん中、これは先ほどと一緒です。20センチ20センチで、まっすぐにセンター1本ビヨーっと長めに引いちゃって、でこの、斜線の部分ですね、この長さが先ほどカットした1枚目にカットした斜線の長さと同じにしなければいけませんので、この長さが同じになる位置にこの下のラインを持ってこなきゃならないですね。この下のラインが上がればこの斜線の長さは短くなるし、このラインが下がれば斜線の長さは長くなると。なので先に1枚目に作った斜線の長さを測って、今私 15.8 センチだったんですけど、なので2倍にすると実際は 31.6 ミリ、違う 31.6 センチぐらいになるのかなっていうふうに思いますけど、線の引き方とかちょっと誤差出ると思いますけど、その部分はちょっと合わせてもらって、で1本引くと、ちょうど斜線の長さに合わせてね。でまたその下に、5センチのこの油受ける部分、受け皿の部分を作るために5センチ多く直角に、余分なスペースを取ってます。でこの受け皿なんですけど、曲げてさらに曲げるので、わかりますかね、曲げて曲げる。なのでこの5センチのところ、真ん中の 2.5 センチ部分に1本線を引いておくと後で曲げる時に分かりやすいです。曲げて曲げるね。で逆側はこれ片方作ってしまえばこの直線のセンターからのこの長さが分かるので、こっちも同じ風にその長さを測って、あとは60センチその長さで合わせてね引いてしまえば斜線の長さは同じ長さになるかと思います。でこの5センチの部分は全く同じです。で真ん中の 2.5 センチのところにも線を引くと、そういった形で線を引いてます。でまたカットしていきます。でカットする前に必ず先に作ったこの1枚目のこの斜線部分と長さがちゃんとこうやって合うかどうか、実際にこうやって当てがってみて確認してみてください。ちゃんとぴったり合うかどうか、ちゃんとね線を合わせてみて実際にピタッとくるのかどうか確かめてからカットするといいです。結構これは仕上がりに影響しますんで、機能的には問題ないけどね、私はあまり気にしない方なんで1ミリぐらいずれててもいいやって思っちゃうんですけど、がっちりやりたい方はしっかりね4点測ってそれから切った方がいいと思います。ということでこちらの方もカットしていきたいと思います。はい、カット完了しました。これ今切ったやつ、これ先に切ったやつ、こんな感じですね。で実際に、折り曲げてこういう形でくっつくという形になります。で折り曲げるんですけど、こ
の先に線引きましたよね。この線に合わせて上下当てて折り曲げてやると、グッとこんな感じで癖をつけていきます。グッと曲げていくと。で、ほんと鉄板なんで切り口気をつけてください。これ見て真似する人って結構レアだと思うけど、リクエストあったってことは中にはいらっしゃると思うんで、2枚を合わせてから曲げる、このね下の方とか曲げるってなるとなかなか大変になってくるので、先にある程度ね癖つけとくとやりやすいと思います。うわ、この作業はちっちゃいから逆に大変。ちょっと2分の1スケールだと端っこのすごい狭い部分が大変なので、こうやってクランプで押さえて曲げていきます。今ね折り曲げてて決定的なことを気づきました。これ最初に作った方ね、2個目に2つ目の横の部分なんだけど、ここにね耳つけるはずだったんですよ。接続するためのこれとこれが重なってここをつなぐためのね耳なので、先ほどこういうカットライン引いたと思うんですけど、この斜線の部分台形の形で耳作ってください。 1.5 センチぐらいでいいかな。斜め、この端っこ直角に出すんじゃなくて角を落とすような斜めの形で耳作ってください。のりしろです。展開図でいう折り紙とかで昔やりましたよね。こののりしろ斜めにここ全部、これをね忘れてました。どうやってつなげるんじゃいって話ですね急いでたんで切っちゃいました。ここ耳作ってください。そうすればこれが重なった時にここにちゃんと止める場所ができますんで、これをね作り直そうと思ったんだけどね、余ってる鉄板でもう作れないなので申し訳ない。でもわかるよね。ちょうどこの形、この台形の形をここにちっちゃく作ってください。斜線部分に、はい、4箇所お願いします。はい、ということでちょっと思いがけないミスもありましたけれども、これでやっと説明できるかなっていうものが作れたと思います。これ横、これ縦で、これをかぶして、さっき言ってた留め代部分がこれないので止めれないですけど、ここをちょっとね伸ばして折り込んでおいて、かぶせてでここで止めると、こっち側で止めるという形になります。でね、これもちょっと作って思ったんだけど、そういえば前これ同じことを私やってるってなんか記憶あるもん。このね角ね当たっちゃうんですよ、この下の曲げたとこ。なのでここもうまいことね斜めにカットしてあげる必要ありますね。最後でいいけど、これ当たる部分、ぶち当たる部分あるんで、角こんな感じで、これね、この出っ張ってる部分を切ってあげると。切ってみましょうか。パチンと、はい、こんな感じで切ってあげて、こっちは直線にカットして、こんな感じが一番収まりいいのかなと思います。カットしてあげて、ちょっと中に入るように。今これちっちゃいから重なる部分が狭いけど、この重なった部分で留めるという形で、これの留め方なんですけど、これ重なってるものを固定したいわけなので、これをねリベットで留めます。でリベットって、はい、こんなのリベッター。これね上とあと斜めで留めていくんですけど、あと下もかななんですけど、これ上は今留めれるので実際に留めてみましょう。大体でやっちゃいますけど、まず穴を開けます。リベットの使い方ですね。でまず穴を開けて、はい、穴開けました。ちょっと今測んないで適当に開けちゃったけど、でリベットのこの太い方ですね、この頭丸い方、この針っぽい方じゃなくて丸い方を表側から差し込みます。はい、こんな感じで、これをこの針の方を入れて握ると、ギューッと、で最後まで2回目パチンとやると
こんな風に、でこれを4箇所留める。でプラス留めるための余白作りませんでしたけど、この余白を作っておいて、この重なった部分に穴開けして、でリベットで留めていくと。そしたら綺麗なこういうダクトの形が出来上がるということですね。で全てリベットで留めた後に、これちょっと模型なんでそこまでやらないですけど、4箇所留めて周りも留めました。でこの形になりましたってなって、そしたらここの真ん中に150パイの穴を開けます。で開け方なんですけど、私ね普通にねこれで切りました。穴を開けてこの先端差し込める状態にして、頑張って切りました。で2枚重ねになるんでかなりきつかった思い出が確かあるんですよ。今これ止めることやって今更言うのあれなんですけど、ある程度ね切っておいた方がね絶対楽。1枚ずつ真ん中穴を合わせて、150パイちょっとね大きめでいいですから、160パイぐらいでもいいぐらいで1枚ずつ切って重ねて、でこの4箇所を上止めると、リベットで。でそういった形で切り口はね汚くなりますけど見えないんで、最終的に実際にこれの下これ一周ぐるっと足ついたやつ売ってますんで、それを中から差し込んで、そしたらここに足というか鉄板がこう周りにありますんで、カシャッと下から入れればはまると思います。なのでこれを持ち上げれば全部持ち上がる状態ですねっていう感じになるので、切り口自体はあんまり見えません。アルミテープも使いますし、でまたこれのその耳の部分とこの本体をリベットで留めてあげるといった形になります。で最後にもう1点だけ、よいしょ。今言った内容でこのリベットを打たさってる部分の意味がだいたいわかると思うんですけど、上とね、あとこれ内側にもあるでしょ。これがちょうど先ほど言った接続部分とつなぐためのリベットです。ぐるっと打ってます。で今やってないのはこの2箇所だと思うんですよ。この2箇所ね。これは何のためについてるのかっていうと、裏側のこの部分です。これ何かっていうと、冒頭でお話ししていたこのフィルターですね。フィルターがこう刺さる、取り付けられるようになってます。でこれの作り方なんですけど、もう何も難しいことありません。これでいいや。こういうガルバリウムの板の切れっ端をただ曲げただけです。この長さに合わせて切って、こう L 型に曲げて、でちょっとこれ切り口ね危ないんで、先っぽももう1個折り曲げてあげて、でただこっちを外面に向かってリベット止めしてあげると。ただそれだけで、あとはこのフィルターの大きさによって取り付ける位置は違うんですけど、私の場合はこの画面でいくとこの縦の長さ、この奥に行くほどどんどん狭まっていくので、横幅もそうですけど狭まっていくので、ちょうど収まるぐらいで、かつちょっと余裕、2ミリぐらい余裕ある位置、受けがついてない状態でこうやって奥に行けば、このぐらいがギリギリだなっていうのが分かると思うんですけど、この当たった位置にこれをつけてあげる。でこの位置につけようってなった時に横幅かなり隙間空いてしまいますので、それを隠すためにこの土台の厚さをちょっと幅広にしてる、両方で。ただスライドするとちょうどこの留めに当たって固定ができる。なので乗っかってるだけですね。でこのね四隅若干隙間空いてますけど、本当はこれ長さもうちょっと長くすれば隙間埋まりますし、これぐらいはいいのかなって正直思います。本当にただこれだけです。これでもう完成っていう形になります。であとは最初にお話ししましたけども、この接続部分は全部アルミテープで埋めてます。この角と、リベット止めしてるとはいえね、ちょっと隙間空く部分絶対ありますんで、アルミで全部塞いでます。接続部分に関しては。それで空気の漏れを防ぐということですね。でここで空気の漏れが発生してしまうと、ファンで引っ張る力っていうのが弱くなってしまうんで、なるべく1回入った煙は途中でどこからも逃げないような感じ、逃げる部分があるとそこからね空気が逃げてしまって、実際ファンのとこまでたどり着かないで抜けてしまったり、そこで抜けるということはファン側の方で引っ張る力が弱まってしまうんで、
強い力で引っ張ってるんですけど、経路が二手に分かれてしまう形になるので、十分注意して隙間は塞いでください。はい、ということでね、一通り説明は終わりました。この中途半端な模型くんもちょっとは役に立ったかな。なるべくね、実際の実演を交えて説明できればなと思って撮影したんですけれども、これは一つの例で、例えばこれ丸型だったり、丸の方が絶対楽だと思うんですよ。鉄板丸くすればいいだけだと思いますんで、上も丸くしてね、上も丸くして150以上の円型にして、ここの周りくるっと囲んであげるとか、そういう方法もありますんで、私はね、角張ってる方がちょっと好きなのでこういうカクカクした形に作りましたけれども、一番大事なのはフィルターを入れるっていうこと、結構大事です。ダクト火災っていうこともありますんで、なるべくフィルター部分で油をシャットアウトしてあげると。でフィルターを洗うっていう形を取れれば、ダクト内の清掃はそこまで必要ないのかなと。私ちなみにね、これダメなことですけど、1回もやったことないです。結構長い距離、2、3、4、5、多分6メーターぐらい引っ張ってるんですけど、1回も掃除したことないです。そんなね、毎日焼肉屋さんみたいにやるわけではないので、そこまで燃えるような油は全然溜まってないですけれども、フィルターでカットしてなければ、中すごい油まみれになってしまいますんで、ぜひともフィルターはね、つけて、あと冒頭で説明した一酸化炭素の警報器、あれは必ずつけるようにお願いします。で警報器なんですけど、結構うるさい音鳴りますんで、ちょうどアラーム鳴る部分にね、私セロテープ貼って音量調節してます。なのでそういうちょっとね、音量も調整しつつ近所迷惑にならないように楽しみましょうということで、ただ事故が一番楽しくないですからね、一酸化炭素中毒には十分気をつけて焼肉を楽しんでください。あと実際に上の方にレンジフードがついてまして、下で焼肉します。でいちいちそのレンジフードのスイッチ押しに行くのはめんどくさいので、孫の手スイッチっていうものを使ってます。孫の手スイッチにレンジフードの電源を差し込んで、その差し込んだものをコンセントに挿すと。孫の手スイッチ自体はケーブルが長いので、下でスイッチを入れれるような形をとってます。やり方はいろいろありますんで、この孫の手スイッチもいろいろね、押しボタン式のものですとかいろいろ種類がありますので、そこは皆様の環境に合わせて作っていただければなと思います。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。参考になった方はチャンネル登録また高評価をしていただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。